こんにちは、大輔です。いよいよ東京を含めてね、緊急事態宣言が解除されて早数日が経ちました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？それでもね、海外渡航への道のりっていうのはまだまだ長い今日この頃ってことなんですけど、アメリカにもし今訪れたとした場合に、一体何が起こるのかっていうことを皆さんと一緒にね、シミュレーションをしていきたいといった動画でございます。で、おそらく本動画を見てくださっている方っていうのは、もともとね、海外好きではあったものの、コロナの影響で行けなくなってしまった方であったり、今後ね、海外渡航をしてみたいよっていう方、いずれにしても、いつになったら旅行に行けるようになるのっていう気持ちがね、強い方が見てくださってるんじゃないかと思います。で、何を隠そうね、私もその一人なんですけど、交友関係含めてね、私生活に支障をきたしているわけでございます。で、本チャンネルではね、安全に海外に行けるのが一体いつになるのかっていう話と、あと他人に迷惑をかけないために、何よりもね、自分と家族を守るために必要なことっていうのを皆さんにね、発信をしていきたいなと思っております。で、コロナ明けの海外行きっていうのを待ち望んでる方っていうのは、ぜひね、チャンネル登録していただいて、極力この最新状況っていうのを噛み砕いてね、お伝えしたいなと思いますので、今後もね、見ていただけると嬉しいなと思います。まず結論なんですけど、今現在行こうと思えば行ける国、それが自由の国アメリカというふうに結論付けさせてもらいますけど、世界各国がね、今入国制限をしている中で、日本以外にはどこにも行けないっていうふうに理解されている方って多いと思うんですよ。で、私もそうです。そう思ってました。なんですけど、一応ね、調べてみると、手続き上の観点から見るとね、条件さえ満たせば、行けちゃうっていうことなんですね。っていう話を今日したいと思うんですけど、決して渡航をお勧めしてるわけではないので、その点はご了承ください。ではね、アメリカ渡航の最新状況からなんですけど、3月の21日に CDC が新型コロナウイルスにね、関する日本の旅行健康情報ですかね。これレベル3に引き上げをしたんですね。このレベル3っていうのは、不要な渡航をやめてくださいという勧告なわけなんですね。で、文字通り、用がないのであれば入国しないでくださいということなんですが、用事があって、アメリカにどうしても入国する必要があるっていう場合に、何が起こるのかっていうのを自分なりにね、調べてみました。で、何度もお断りするんですけど、このシミュレーションは非常に危険なので、この動画を見てね、遂行するってことがないようにだけお願いしたいなと思ってます。する人いないと思うけど、じゃあ、この順序でね、シミュレーションをしていきましょう。エスタは通常通り申請できるのかどうか。一応ね、申請できる模様ですという話と、直行便は割高で、経由便の方がお得ですよと、フライト情報ですね。あと入国審査の話と、自宅隔離の話という順序でお伝えしていきます。では、エスタが通常通り申請できる模様っていうことなんですけど、このエスタっていうものがまず何なのかって話なんですが、これはね、オンライン化された入国カードのことです。で、渡航中に危険人物が含まれていないかどうかっていうのを事前に把握するためにアメリカ政府が導入したシステムなんですね。要するに、この入国カードのシステムがね、日本向けには現在も動いている、受け付けてくれているっていうことなんですよね。これって何気にすごいことだと思いませんか？日本からのね、入国って禁止されるように思ってたんですけど、実はアメリカってね、そうでもないんだなっていうのが、このね、エスタの申請ができるっていうところを見て、感じましたね。ただ、中国やヨーロッパからの入国に関してはアメリカに認めてないんでね、これは注意が必要ですよね。で、最近ではブラジルからの入国も禁止されてるんで、経由便での入国っていうのは特に注意が必要という、そんな感じですよね。じゃあそういうことで、フライトの状況も見ていきましょう。直行便が割高で、経由便がお得ですよという話なんですが、これって実際に私が Google フライトで確認をしてみたら、実際こうでした。本数は減少してるんですけど、日米間の定期運航便のチケットっていうのは一応ね、購入できる状態でしたね。で、6月に関しては日本からの直行便はユナイテッド航空のみで、これ多分ね、ANAのコードシェア便だと思うんですけど、これのみしか直行便に関しては見つけられませんでした。で、片道ね、価格50万円以上してたので、これはね、割高ですね。で、もし本当に
直近でね、アメリカ渡航の必要性があるんであれば、価格面だけ見ると、経由便を購入された方がいいかもしれません。これ6月に関してはですね。じゃあね、7月以降はどうなるかっていう話なんですが、JAL のコードシェア便であるね、アメリカン航空が出てる、チケット出してるようなので、これは、今現在のね、価格見ましたけど、片道16万円だったので、通常の範囲内の値段と見ていいんじゃないかと思います。では次ですね、入国審査で理由を聞かれるかもっていう話なんですけど、ちょっとね、ここにばかりは私の体験談としてお伝えすることができないっていうのはね、こう皆さんに対して非常に悔しいところではあるんですけど、不要なね、渡航が避けるよう要請が出てるわけですので、単にね、観光で来ましたよっていうふうに答えちゃうと、何が起こるのかっていうのはね、わからないですね。なんで、もし万が一直近で渡航する必要性がある方っていうのは、理由はね、十分に考えられてから行動をすることをお勧めします。で、もし本当に必要であれば、日本にあるね、米国の大使館に問い合わせてみるっていうのも一つの手だと思うので、うまくね、そういったところの情報っていうのは、使っていってみてください。もしね、万が一渡航したよっていう人がいらっしゃいましたら、コメントをいただけるとありがたいです。いないと思いますけどね。はい。ということで、次のお話ですね。ダブルパンチの14日間自宅隔離要請という件なんですけど、これはね、極めつけの話なんですよね。アメリカ入国が無事にできたとしても、待っているのは14日間の隔離なわけです。で、ここで注意しなきゃいけないのが、日本に帰国した後も同じく隔離になります。なんでダブルパンチっていう風に言っているわけなんですね。こう見るとね、もう1ヶ月間ロックされる、隔離されてしまうって話なんで、渡米する意味あるのってなっちゃいますよね。だからね、2、3ヶ月の中期滞在が必要な方とか、この条件で自分がもし行かざるを得ないってなったら、そういう、状況にある場合ですかね。はい。ということで、じゃあ、まとめていきましょう。エスタはね、取れるし、一応フライトも購入できるので、手続き上は渡航不可能ではなさそうということですね。で、ただね、アメリカは特にコロナ感染が収束していないので、現段階はもちろんなんですけど、向こう2、3ヶ月も控えるべきでしょうね。で、どうしても行く場合っていうのは入国審査でね、正当な理由を説明できるように準備された方がいいと思います。で、行き帰りで合計約1ヶ月の自宅隔離コースが待ってますので、そのあたりのね、スケジューリングっていうのはきちんとされるということが最低限、必要なことだと思います。あとね、ちなみに今日ニュースで見かけたんですけど、安倍総理が6月にワシントンで開かれる G7 サミットに参加されるようですね。渡米してね。でしかも、日本にね、帰国した後の14日間の隔離っていうのはね、例外なく適用されるよ、安倍総理であっても、例外なく適用されるようなことをね、日本政府が言ってるようですが、皆さんこれについてはどう思われますでしょうかね。私は、ノーコメントでお願いいたします。ということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。